どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介したウィークアカーの M600 というライトのことは覚えていますでしょうか？なかなか秀逸なスペックのライトで、30から120センチ水槽用と幅広いサイズのものが販売されているため、とりあえずこれを選んでおけば大丈夫だよっていうライトになっています。気になる方は概要欄に以前のレビュー動画のリンクを貼っておきますので、そちらも見てみてください。価格が高い RGB ライトの中でもできるだけ価格を抑えつつ、必要なスペックを満たしている機種ではこれが一番いい選択肢だと以前から思っていたんですが、この度そのライトが新しくなって帰ってきました。正直スペックだけ見てもめちゃくちゃ変わった印象がなかったんですが、旧モデルと比較してその違いに驚愕。コスパ重視の RGB ライトでさらに一押しのライトに格上げされたため、今回は旧モデルと徹底比較してその進化を余すところなく紹介していきます。というわけで今回紹介するライトはこちら、ニューアクアフレア UVA M600RGB、 価格は 22,800 円。こちらは冒頭でお話ししたアクアフレア UVA M600RGB の最新モデルです。以前動画で紹介した S300RGB と同様、ソフトウェアも大型アップデートがされており、ふんわり点灯から各種細かな設定の追加、指定した時間内で徐々に明るく、徐々に暗くを簡単に設定できるサンセットサンライズ機能まで全て対応しています。前回の S300 同様、カプラークアで購入しています。まずはじめに、この M600 が旧モデルと変わった点の一つとしてスペックが挙げられます。旧モデルは出力 36W、2160ルーメン、RGB チップ42個、UVA チップ8個だったのに対し、新モデルは出力 40W、光量2200ルーメン、RGB 級40個、UVA 級10個と、光量を上げつつ UVA 級が2個増えています。RGB 級が減っている分を UVA 級に回しているわけなんですが、なぜか光量はしっかり上がっているという凄さ。一つ一つの RGB 級の性能が上がっている証拠ですね。ウィークアカーのライトが他メーカーの製品と違う大きな点は、蛍光灯と同じ UVA を照射できるところなので、そこを強化しつつしっかりスペックを上げてきたといったところでしょうか。またもう一つの旧モデルとの大きな違いが本体のサイズです。旧モデルは長さ56センチ、幅12センチ、厚さ 1.7 センチだったのに対して、今回の新モデルは長さ 59.6 センチ、幅10センチ、厚さ 1.8 センチと横幅が広くなって60センチ水槽の全長をしっかりカバーできるようになりつつ、奥行きがスリムになっています。このサイズの違いに関しては旧モデルと比較してその見た目の違いを体感していただければと思います。ちなみに気づいている人もいると思うんですが、外箱も地味に変わってます。以前は白を基調とした箱だったんですが、現在はシルバーっぽい感じです。それでは早速開封していきます。まず出てきたのはいつものしっかりとした日本語マニュアル。これだけでも使用するには十分ですが、カプラーカーではサポートも充実しているため、初めての海外製 RGB ライト入門にもうってつけです。一応もともと付属している多言語マニュアルも入ってます。そして続いて出てきたのはライト本体。見てもらったらわかる通り、比較する前からだいぶスリムですよね。長さが長くなりつつ幅が狭くなっているので、よりスタイリッシュな見た目になっています。ライト上部は放熱を効率よくするためにスリットが設けられており、中央には吊り下げ用のワイヤーを通すことができる溝も入っています。
高熱と吊り下げという機能性を確保しつつ、両方の機能がぶつからないように自然な感じに仕上がっているのがいいですね。ごつくてかっこいいライトもウィークアクアではいろいろあるんですが、こういったスマートで機能美を感じるライトも好き。続いて出てきたのはウィークアクアおなじみの標準搭載シェード。これが当たり前になると、他のメーカーがそこそこの値段でシェードを別売りしていることに驚きを感じてしまうようになるので注意。シェードって意外と機能性が高く、利用している人も多いので嬉しいポイントです。続いて出てきたのはアダプタとコンセント。特にここら辺は大きな見た目の差はありません。次は吊り下げ用のワイヤー。これに関してはどのモデルも共通しているので使い回すことも可能。使わないのであれば予備として保管しておくのもありです。続いてはクリアスタンド。ライトの横幅が変わったためスタンドの形も新しくなっています。旧モデルは大型だったのに対して U 字タイプに変更。次は六角レンチと六角ネジ。最後に出てきたのはクリアスタンドを取り付けるための支柱です。こちらも地味に旧モデルと変わってるので後で実際に比較してみます。それでは組み立てていきます。まずはスタンドの取り付けから。先ほど最後に出した支柱を取り出してクリアスタンドと組み付けます。ちなみに先端のネジと支柱はメタリックなシルバーになっており、材質も結構ずっしりした感じで耐久性も高そうです。取り付ける際はこのように支柱のネジ山側をクリアスタンドに差し込み、ネジで挟み込んで留めるだけです。この時に水槽縁に取り付けるための返し部分は内側を向くようにしておきましょう。これを2つ取り付けたら完成。続いてはアダプターを本体に取り付けていきます。最初はアダプタ本体に電源コードを取り付け、本体側のコードを反対の接続部分に取り付けます。取り付ける際はこのように対応する向きを確認してからしっかりと差し込みましょう。その後にネジを回し締めれば完了。次にライト本体にスタンドを取り付けていきます。取り付けはこのように支柱を側面の穴に差し込むだけです。どちらもコードを通すための溝が掘ってあるため、どちら側のスタンドを使用しても大丈夫です。以前は上側に溝があったんですが、今回のモデルでは下に通すようになってます。これがめちゃくちゃジャストフィットしており、下側の溝を通してもコードがブラブラと垂れ下がることはありません。ちなみにこのスタンドは差し込む長さを無段階で調整できるので、ちょっとした幅の違いにも柔軟に対応することができます。ただこのままだと勝手に伸び縮みしてしまうため、かっちりと固定したい場合は付属しているこの六角ネジをライト本体の一番端にあるネジ穴に回し入れることでしっかりと動かないようにすることができます。映像では片側しかしていませんが、反対側にも取り付けてください。続いては吊り下げワイヤーの取り付け方です。こちらも至ってシンプルで、先端のネジを緩めることで取り付け部とネジの隙間が開きます。こうすることでライト本体中央にあるスリット部分に差し込むことができます。あとは好みのポイントで時計回りに回すことで固定されます。長さの調整に関しては六角ネジで止まっている留め具を緩めることで調整ができます。左右のネジを緩めることで長さと輪っかの大きさが変更可能です。最後にシェードを取り付けていきます。ライトの照射面の横にあるスリット部分にシェードをスライドして差し込んだ後、差し込んだスリット部分の側面から付属している六角ネジを回し入れます。これを左右両方に行うことでシェードが滑り落ちる危険性がなくなり、角度も調整可能です。シェードは15度の範囲で調整が可能なので、自分の好きな角度で固定しておきましょう。というわけで M600 の組み立て方法を一通り説明し終わったので、続いては気になる旧モデルとの比較をしていきます。その前に以前紹介した S300 との比較も見てみましょう。
前回の動画でもお話ししましたが、S300 と M シリーズは全く同じです。違う部分はスタンドを取り付ける場所があるかどうかで、ライトのスペック的な違いはありません。なので M300 と S300 は出力や外観が同じで、両サイドにスタンドを取り付け、水槽の両端に設置するか、支柱型のスタンドで設置するかだけ違います。お見せしている比較は M600 となので長さは違いますが、外観からスリット、幅の広さや厚さなど全て一致しています。なので個人的には30センチ水槽用のライトで S と M どちらを選ぶか問われれば S の方を選びます。M シリーズのいいところは60センチ以上の水槽にも対応しているところですね。おそらく S シリーズは1本の支柱で側面から支えるという性質上、長さが長いライトになると設置が現実的ではなくなるから45センチまでしかないのだと思います。そんな感じで S シリーズと M シリーズがほぼ同じだということをお見せしたところで、旧モデルと比較していきます。それがこちら。パッと見明らかに長さが違いますね。おまけに横幅も狭くなっているため、余計新モデルの方が長く見えます。実際は 3.6 センチの違いなんですが、見た目はそれ以上に長くなっているように感じます。そして横幅の違いはこの側面部分にあります。旧モデルは照射面の両サイド部分に結構幅があるのに対して、新モデルはだいぶ細くなっています。ここを改善することで、このように両方を重ね合わせると、片側のサイド部分丸々くらいの幅に差が出ます。ちなみに照射面の広さは変わってないので、長さが長くなった分、新モデルの方が広範囲を照らせるんです。スリムになったのにスペックも上がって照射面も広くなるとは素晴らしい。厚さは1ミリだけ新モデルの方が厚くなっているようですが、近くで見ても差は感じません。スリットに関しても旧モデルは真ん中の吊り下げ用の溝以外は均等な幅になっていますが、新モデルは吊り下げ用の溝と同じ大きさのものが両サイドにあります。これはおそらく機能的な意味はないのではないかと思います。そしてスタンドを取り付けるための支柱はこんな感じで、旧モデルは軽くて光沢感のないマット仕様なのに対し、新モデルは重くツヤのある色合いになっています。明らかに新モデルの方が素材はいいものを使ってる感じです。耐久性がアップしており、安心して設置することが可能です。詳しい光の見え方に関しては後で検証するんですが、ここまでの外観の違いを見ただけで M シリーズはだいぶ洗練されてきているのがわかります。旧モデルの頃から見た目は好きだったんですが、新モデルを見てしまうと途端にやぼったく感じてしまうレベル。ライトを持ち上げるときも幅がスリムになっている分持ちやすく、なんて表現すればいいかわからないんですが、ずっしりとした高級感を感じます。もともとコスパに関しては M シリーズが一番だと思ってたので、それがより強くなったように思います。というわけで全体を丁寧に見ていったので、実際に設置してみた外観と光の見え方を詳しくお見せしていきます。スイッチオン。こちらもアップデートに対応しているため、ふんわり点灯し、調光する際もじわりと変化していってます。正直今までのアクアリウムのライトで製品自体を変更せず、機能性がガラリと変わるほどの大幅アップデートがなされたものは見たことがありません。新商品でそういった機能が追加されるのはわかるんですが、本体もマイナーチェンジを繰り返しつつ、ソフトウェアも改良していることを考えると、ウィークアクアは今一番アクアリウムライトに力を入れているメーカーだというのが見て取れます。かけねなしにこのメーカーのライトがまだ日本で知名度があまりないことがもったいなくてしょうがないです。これは忖度などでは一切なく、すべての水槽にウィークアクアのライトを使っている自分だからこそ言えることです。愛用して使いまくってるから良さがわかるので、こういった動画を通じて少しでも多くの人に知ってもらえれば嬉しいですね。設置した時の外観はこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいですね。支
中パーツがメタリックになったことでより高級感が増しており、それを支えているアクリルも透明なガラス製品のように見えます。厚さが薄いことも相まって水形を邪魔せず、RGB ライトとしては安価な方なのに全く安っぽさを感じません。控えめに言って最高。斜め上から見てもそのスリムさが伺えます。やっぱりスタンドがアクリルで透明な方が目立たないし高級感も出ていいですね。続いては気になる新旧モデルの光の比較検証です。違いがわかるようにカメラの設定は固定し、どちらもできるだけ肉眼で見ている状態に近づけています。ちなみに出力も新旧ともに同じにしています。具体的には赤が 35%、青と緑が 80%、UVA が 100% で全体の 100% 出力を出し切っています。個人的に赤が少ない方が好みなので、どちらも涼しげな印象になると思います。まず最初は赤系水草のロタラ SP ハラで比較。右が新モデルで左が旧モデルです。こうやって比較してみると、色の出力比率を全く同じにしても見え方が全然違うことがわかります。話によると、新旧モデルでは出力を同一にしてもこのように色味の違いが出るようです。まあどちらも色調変更できるので自分好みにできるというのは変わりありませんが、赤系水草はこの出力だと新モデルの方がビビットカラーになるようです。旧モデルの方が自然とも言えますね。赤が強調されているのは新モデルの方です。続いてはブセファランドラ。これは驚いたんですが、先ほどとは打って変わって新モデルの方が色のメリハリが出ています。旧モデルの方はブセの周りも若干緑っぽく見える気がする。ただこれは比較するからわかることで、どちらが優れているという指標にはならないです。続いては有形層のストロギネレペンス。旧モデルの方は若干ピントが合ってなくて申し訳ないんですが、こちらも全体的に旧モデルが緑っぽく見えますね。個人的には新モデルの方が好きです。水槽全体を撮影した映像がこちら。こうやって見ると旧モデルの方は緑の出力が強く出ているように感じますね。正直これは長期使用による出力変化の可能性もあるので何とも言えないところですが、やはり色の表現の仕方は出力が同じでも明確に違いがあるようです。旧モデルはもう少し緑の波長を減らして赤か緑に振った方が新モデルの色味に近づきそうです。斜め上からの比較を見ても新モデルの方が青っぽい感じに見えますね。あとライトの存在感が明確に違います。スタンドの高さが新モデルの方が低くなっており、幅も狭くなったことでより存在感が減りました。というわけでいかがだったでしょうか。なかなかの進化を遂げた M シリーズ。ウィークアクア製品の中でも一押しのライトです。純粋に出力も上がっているので、光量が必要な有形層も難なく育てられますし、スペック上昇に反比例してスマートになっているため、おしゃれなレイアウト水槽の邪魔をしません。メカメカしいライトがちょっと苦手という方にも胸を張っておすすめできるシリーズです。このライトが気になった方は、ウィークアクアとカプラアクアのサイトリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。これからも気になった商品をレビューしていきますので、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。